名作、第85部、10選。枠を超える命の表現。小倉祐樹、大婦人座像。静けさに潜む生命。1953年に小倉祐樹によって書かれた、大婦人の座像は、日本画の文脈において人物表現の革新を象徴する重要な作品の一つである。作家が敬意を込めて、大婦人と呼ぶモデルの姿は、単なる肖像画を超えて、一個の人間存在のあり方そのものを強く印象づける。その秘密は、対象の写実的描写に加え、画面構成の工夫、空間の歪み、そして大胆なデフォルメにある。とりわけ、モデルの頭部が画面枠をはみ出す構図には、静筆な日本画にあって異例の力道感が宿っている。小倉祐樹がこの作品で成し得たのは、日本画という伝統的枠組みの中で人物表現を生き生きと蘇らせる試みであり、その成果は今なお新鮮な感動を持って私たちを魅了し続けている。大婦人の座像でまず注目すべきは、モデルの姿勢に宿る静かな強さである。正座という形式的な所作において、骨盤を正しく立て、上半身の重さを骨格で無理なく支える姿は、単なる美しい型を超えて、日常の中に培われた身体感覚の表れである。画家はここに、知的で教養ある女性の内なる品位と、しなやかで自立した精神性を重ねてみていたのではないか。座法の描写は、写実を超えた観察の深さを感じさせる。太ももから膝にかけての柔らかな曲線、肩のなだらかな傾斜、背筋の自然な伸びは、まるで画家自身がその姿勢を自ら体得しているかのような親密さを伴う。日本画において女性像は、しばしば装飾的、象徴的に描かれてきたが、小倉の筆致には、一人の子としての体の存在を尊重する眼差しが宿っている。さらに、体が描かれているにもかかわらず、それが重さを持っている点は重要である。これは、2次元の画面に3次元の質量を宿らせるための高度な描写力と、観察対象に対する深い共感に基づいている。体の重心が骨盤に収まり、手や足が地に接していることで、画面に座るという行為の真実味が加わっているのだ。画面構成において最も印象的なのは、モデルの頭部が画面の枠からはみ出している点である。この大胆な処理は、肖像画における情動からの逸脱であり、人物の存在を絵画空間の制限から解放する行為でもある。枠内にきちんと収められた人物は、往々にして描かれたものとして静止しがちだが、本作においては、モデルの命が画面の外へと広がり、視覚を超えて見る者の想像力を刺激している。この構図により、画面には時間性が生まれている。人物がただ座っているのではなく、今まさに何かを感じ、考え、言葉を発しようとしているかのような一瞬が切り取られているのである。頭部を枠外に出すという手法は、空間的拡張のみならず、心理的な躍動をも生み出す装置となっている。また、視覚の焦点が顔に集中しないことで、身体全体、さらには背後の空間にも目が向けられるようになる。人物が場にいるという感覚が生まれ、画面が一つの世界として機能し始めるのだ。モデルを囲む室内空間もまた、本作の独自性を際立たせる要素である。一見、日常的な和室のようでありながら、床や壁の線はわずかに歪み、平行感覚にかすかな揺らぎを与える。この微細な歪みが、画面に静止ではなく、動きをもたらしている。例えば、後方に描かれた襖や畳の線は、厳密な遠近法に基づいてはおらず、むしろわざと水平、垂直を曖昧にしているように見える。これにより、空間は絵画的構成としての秩序を持ちつつも、緊張感と不安定さを同時に内包している。空間が安定しないことで、かえって人物の存在がより確かに感じられるという逆説的な効果が生まれている。このような空間処理は、リンパや狩野派の障壁画にも通じる多視点的構成を思わせる。単一の視点から捉えるのではなく、見る者の眼差しが画面を動き回るように仕向けられているのである。小倉祐樹が語った楽しい人物画という言葉には、単なる微笑ましさではなく、人物が生きているという感覚をどう画面に持ち込むかという課題意識がある。大婦人の座像においては、
写実的な観察と装飾的なデフォルメが緻密に統合されている。例えば、手の形は実際よりもやや大きく、丸みを帯びて描かれており、柔らかさと力強さを兼ね備えている。顔の輪郭線も、やや誇張された乱形で、重心のある体に対し、軽やかさを添えるアクセントとなっている。このような誇張は、漫画的な表現や劇画的な強調とは異なり、むしろ性の感触を増幅するための手段として機能している。すなわち、写実は見ることであり、デフォルメは感じること、この二者が対立するのではなく、補完し合うことで人物の全体像が立ち上がってくるのだ。小倉優希は女性画家としての立場を強く意識しながらも、それを単なるアイデンティティに還元せず、人物表現に普遍的な視点を求め続けた。だが、その眼差しにはやはり、女性だからこそ描ける繊細な共感や距離感が宿っていることは否めない。王夫人の座像において描かれているのは単なる他者ではなく、私と等しい他者である。その距離感は、冷たすぎず、近すぎず、あくまで節度をもって保たれている。この距離の表現は、日本画における人物像において非常に新しい。従来の日本画では、女性像は理想化され、観念化されて描かれることが多かった。しかし小倉は、現実の体と心理を持った人間として人物を捉え、その現実味を損なうことなく、美として昇華している。王夫人の座像は、小倉優希の芸術的成熟を示す代表作であると同時に、戦後日本画の人物表現における重要な転機を刻んだ作品である。画面の中に描かれた一人の女性は、体の奥深くから湧き上がる強さと、日常に根ざした柔らかさとを同時に宿している。そして、その存在は画面の枠を超え、空間を揺らし、私たちの心へと静かに語りかけてくる。人物画がパターンに陥りやすいという自覚のもとで、生きたイメージを追求した小倉の眼差しは、今もなお、新たな視点で人間を見つめ直す契機を私たちに与えている。伝統と革新、静と動、写実と装飾、それらの拮抗と融合こそが、この作品の最大の魅力であり、日本画という枠組みを軽やかに超えていくゆえんでもある。作品、立ち葵の白と緑、ベダーナル山の見える。ジョージア・オキーフにおける自然、抽象、そして神話の地層。アメリカ近代美術を代表する女性画家ジョージア・オキーフは、風景や花、骨といった自然のモチーフを、明快で構成的なフォルムと色彩によって象徴的に描き出したことで知られている。立ち葵の白と緑、ベダーナル山の見える。1937年制作は、彼女の創作の中核にある自然への深い感受と、それを通して構築される精神的な風景の表現が集約された作品である。本作においてオキーフは、白い立ち葵ホリホックの静筆な姿と、遥か遠くに喫立するベダーナル山の堂々たるシルエットを組み合わせ、自然と自己の内的世界との交換の一場面を象徴的に定着させている。立ち葵という植物の選択、内容への入り口としての花オキーフの花の絵画はしばしば拡大され、クローズアップの視点で描かれることが多い。1920年代から30年代にかけて、彼女は花びらの起伏や奥行きをまるで風景のように緻密に、そして感覚的に描いた。その花は性の象徴であると多くの批評家によって解釈されてきたが、オキーフ自身はそうした読み取りに距離を取り、むしろ彼女にとって花とは、見るという行為の練習であり、忘れられた感覚を蘇らせる装置であったと言える。立ち葵は高さ2メートルにも達する茎に縦に連なって大輪の花を咲かせる植物である。オキーフが本作で描いた白い立ち葵は、生命の成熟と静けさ、あるいは魂の純化を象徴するかのように、画面の手前に垂直に構えられている。白と緑のコントラストは、自然の力強さと内省的な平穏の両方を内包しており、それはオキーフの精神的風景そのものでもある。ベダーナル山、神話化された風景の中の精神的地軸。画面奥に配されたベダーナル山ペダナルは、ニューメキシコ州アビキュー近郊にある高さ3006メートルの卓上台地であり、オキーフにとっての聖なる山であった。彼女はこの山を繰り返し描き続け、
1940年には山の見える土地を購入してアトリエを構え、晩年までそこに住み続けた。オキーフは晩年にこう語っている。神が私に死を許すなら、私はこの山に巻かれるだろう。そして実際に、彼女の遺骸はベダーナル山の頂に巻かれている。オキーフにとって、この山は単なる風景ではなかった。それは、彼女の創造の原点であり、人生とし、自然と霊性とを接続する象徴的な存在であった。立ち葵の白と緑において、この山は地平線上にささやかに、だが確固たる存在感を持って現れる。画面の大部分を占める花に対し、山は円形として控えめに置かれているが、そこには絵画的中心軸としての重みがある。この遠近法的配置巨大な花と遠くの山との対比は、時間と空間、肉体と精神、生と死といった二項対立を内包する構造を形成する。花は生の儚さと美しさを示し、山は永続性と霊的な重みを象徴している。両者の対峙は、オキーフ自身の存在の両極を表しているようにも感じられる。色彩と構成の詩学、光の中で形が溶けるオキーフの絵画において、色彩は単なる視覚効果ではなく、存在の質を語る言語である。立ち葵の白と緑では、白と緑、そして空と山のブルーグレーの色調が静けさの中にも鮮明な対比をなしている。白い花びらはまるで光に透ける布のように描かれており、単なる白ではなく微細な陰影とニュアンスが与えられている。その繊細さは見る者の身体感覚に訴え、まるで触れることができそうなほどにリアルでありながら、同時に夢のように抽象的でもある。構成に目を移すと、本作では垂直と水平という基本的な秩序が強調されている。立ち葵の茎は画面に垂直に立ち、ベダーナル山のシルエットは水平線を形作る。この垂直と水平の交差点にこそ、オキーフの美学の核心がある。それは、地と天、現実と超越が交わる地点であり、そこに彼女は自らの精神的拠点を築いたのだ。抽象と具象の淡い、女性作家の視点からジョージア・オキーフの作品は、しばしば、抽象と具象の境界にあると評される。彼女は、カンディンスキーやマレービチのように純粋な抽象へと踏み込むことはなかったが、同時に従来的な写実主義にもとどまらなかった。彼女の関心は、目に見える現実の向こうにある感覚の構造や形のエネルギーを捉えることにあった。この視点は男性的な遠近法や構図が支配的だった当時のアメリカ美術界において異質なものであった。オキーフの絵画には自然や対象物との関係性が強く現れており、それはしばしば女性的な感性として理解されてきた。だが、彼女の作品は単なる女性の美術ではない。そこには自己の存在の根源を問う真摯な探求があり、見ることと書くことによって世界を新たに再構築しようとする意志がある。立ち葵の白と緑、ベダーナル山の見えるにおいても、花のフォルムや構図の明晰さは単なる植物画にはとどまらず、抽象的な形の探求へと接続されている。とりわけ、花びらの湾曲や重なり、茎の伸び上がる直線性は、抽象画のリズム感を持っており、見る者に深い集中を強いる。ニューメキシコという土地の精神性。1930年代後半、オキーフはたびたびニューメキシコを訪れるようになり、その風土に強く惹かれていった。砂漠、乾いた空気、広大な空、断崖と岩、そして先住民文化の名残、それらすべてが彼女の美術に新たな軸を与えた。特に先住民の宗教儀式や工芸に見られる抽象的なモチーフ、繰り返しの構成、対称性などは彼女の作品に微妙な影響を及ぼしている。立ち葵の白と緑の背景に広がる空間にはそうした精神性が漂っている。ベダーナル山はその厳しい地形の中に神話的な静けさをたたえ、まるで精霊の住まう場所のように存在している。オキーフはこの風景を自らの内的な信仰の対象として描いているのだ。見ることの儀式としての絵画。ジョージア・オキーフは自らの絵画を見ることの儀式として捉えていた。彼女にとって自然は観察の対象であると同時に、
自己の内面を映し出す鏡であった。立ち葵の白と緑、ベダーナル山の見えるは、その両義性の中で生まれた作品であり、自然と精神、現実と象徴、可視と不可視とを交差させる場である。立ち葵の静筆な花と、遠くにそびえるベダーナル山。その間に広がる空間の透明さ、色彩の調和、構成の明晰さ。そこには、見ることを通して世界と再接続するための視覚の歌がある。そしてこの歌は、現代の我々にも自然との関係を問い直す静かな契機を与えてくれるのである。安井宗太郎金陽、静止と動静の間に生まれる肖像の美安井宗太郎の代表作の一つ、金陽。1934年制作は、昭和期の肖像画における一つの到達点とされる作品である。その穏やかな画面は、一見すれば写実的でありながら、実は緻密な構成の積み重ねによって支えられており、画家の造形思考が工事に結晶した一点である。本作は第21回二課展に出品され、T 先生の像と並んで絶賛を博し、当時の美術批評家、小島喜久夫から、現代の写実主義のカノンと称された。だが、この写実という語が、単なる忠実な再現にとどまらず、視覚と知覚の両面にまたがる安井独自の造形意識に裏打ちされていたことを、私たちは改めて見直す必要があるだろう。佇む人物像、モデル、金陽の印象と呼吸。画面の中央に静かに腰掛ける女性。椅子の上で背筋を伸ばし、黒の衣をまとい、ゆったりと足を組むその姿勢には、緊張感というよりも、内面の充実に裏打ちされた落ち着きがある。視線は正面を外れ、やや右方向を見つめる。見る者との視線の交錯を避けることで、モデルはむしろ画面の内側へと人選し、その自己完結的な存在感を強めている。モデルの名は小田切峰子。当時、満州現在の中国東北部のホテルで多言語を駆使しながら働いていた女性であり、その知的で国際的な背景は、金陽金陽という中国風の愛称にも象徴されている。日本的でありながら異国的でもあるその名は、彼女の内面に宿る複層的なアイデンティティを暗示しており、安井がその人物に惹かれた理由の一端を感じ取ることができる。画中の金陽の姿は一見、古典的な肖像画の定型にのっとっているようでいて、実は彼女の体の各部位が、それぞれ異なる視点から見た素描に由来しているという、構成的な工夫がなされている。これは口述するように、安井の造形意識の中核をなす技法であり、静止した姿勢の中に、微妙な動静と視覚の多様性をもたらしている。視点の統合、複数の素描からの合成。特筆すべきは、金陽の左肩の処理である。他の部分に比してやや小さく、不自然に抑えられたように見えるこの肩は、実際には別角度から描かれた素描をもとに合成されたものである。つまり安井は、モデルを一つの角度から観察したまま描いたのではなく、いくつかの視点からモデルを捉えたスケッチを重ね合わせ、それらを再構成して一つの像を作り上げている。この手法はポール・セザンヌの多視点的構成法を思わせるが、安井の場合、その目的は空間の一体的体験ではない。むしろ、平面としての絵画における均衡、構成的リズムを優先し、人体を調素的ではなく、線と面の連携体として扱っているのである。頭部と胴体、脚部の向きがそれぞれ微妙にずれていることによって、画面上には人物が今にも動き出しそうな予兆が生まれる。だがそれは、外的な運動ではなく、画面内に閉じた構造的な運動性というべきものである。セザンヌの影響とその彫刻、平面の均衡としての写実。安井宗太郎がこの作品で示した写実性は、単なる自然の模倣ではない。むしろそれは、自然を一度解体し、再構成するという、知的で構成的な態度の表れである。彼の写実主義は、セザンヌの遺産を受け継ぎつつも、その奥行きへの思考を排し、空間の斜め構造やリズムの構築へと向かっている。実際、金陽では、頭頂からつま先へと滑らかに連なるフォルムが、S 字型の運動線を描きながら画面を支配している。これは人体を構成的リズムの一要素とみなした結果であり、セザンヌが自然の再構築を通じて、絵画の必然性、
を探ったのに対し、安井はむしろ自然を斜め方向へと変形、還元し、それを平面構成の安定に奉仕させている。その意味で安井のリアリズムは、いわば平面のリアリズムである。見ることの現実に忠実であるよりも、絵画としての自律性、構造的な調和を優先した結果としての写実であり、そこには近代絵画が直面した根源的課題、対象の再現と絵画の構成を日本的感性と手法によって統合しようとする意思が読み取れる。表情と沈黙、肖像に宿る内面の時間。顔の表情には一切の説明的な要素が排除されている。口元は引き締まり、目元にはわずかな影が落ちている。感情の高ぶりも優しさや悲しみといった類型的な情緒もない。しかし、この表情のなさが逆説的にモデルの精神性を強く浮かび上がらせる。これは安井が肖像において演技性や物語性ではなく、人物の存在そのものを描こうとした結果である。金陽の姿勢の安定、手の置き方の確かさ、そして足先にまで及ぶ緊張感のバランスは、彼女の生き方や人となりを感謝に想像させる。映ることではなく、立つこと、そこに安井の肖像画の革新がある。マティエールと色彩、形を裏打ちする技術の詩学。色彩もまた、この作品の重要な要素である。全体は落ち着いたトーンで統一されているが、肌の微妙な赤み、衣服の深い黒、背景の緑がわずかに変化しながら人物像を浮かび上がらせる。安井の筆致は決して奔放ではないが、絵肌には絵の具の層が重ねられ、表面には沈着と緊張が共存している。特に注目すべきは、刻意の扱いである。単なる暗色としてではなく、微妙な光と陰を取り込みながら、人物のボリュームを造形する役割を担っている。黒の中に潜む赤みや青みが、素材としての絵の具を超えて、人物の存在を支える工学的効果へと変換されているのである。静かな現代像としての金陽は、一人の女性を描いた肖像でありながら、そこには現代日本における近代的個人像の邦画がある。国際的素養を備え、自立した知的女性というモデルの存在と、それを形式と構造のうちに定着させようとした画家の意志とが、画面の中で精妙に呼応している。それは写実でありながらも、単なる具象ではなく、むしろ構成と理念を担った平面上の運動体として、20世紀日本洋画の一つの頂点を成している。沈黙の中に宿る強度、それが金陽、伸びであり、安井宗太郎が肖像というジャンルを通して掘り当てた、静かなる革新の証なのである。アンリ・マティスの作品、ルネ、緑のハーモニー、絵画に刻まれた発展段階の反応。アンリ・マティスは、色彩と形態に新たな自由を与えた20世紀絵画の革新者である。彼の作品には常に構成と即興、秩序と自由、完成と未完の間を横貫する独自の緊張感が漂っている。1923年に制作されたルネ、緑のハーモニーは、そうしたマティス芸術の革新を静筆な肖像の形式の中に練り込んだ作品である。タイトルが示すように、この絵画の主題はマティスの娘ルネと緑の調和であるが、ここに書かれているのは単なる調和ではない。そこには調和へと向かう果てしない試行錯誤の痕跡が絵肌の下に幾重にも刻まれている。まず目を引くのは画面全体に広がる色彩の深さと強さである。背景を占める深い緑と人物の衣服に施された赤や白とのコントラストはフォービスムの時代の名残を思わせるが、ここでの色彩はもはや爆発するような劇場ではない。むしろ何度も塗り重ねられ、削られ、調整されながら沈静しつつも張り詰めたリズムを持って画面に定着している。そうした沈黙のリズムの中にマティスは絵画における時間の体積を表現している。本作の最も興味深い点はいくつかの部位に露呈する描き直しの痕跡にある。とりわけモデルの左手は未完のように曖昧であり、明確な輪郭線を描いている。あるいは椅子の背や肩口、袖口における線の不一致、塗りの粗さ、あるいは衣服の形態と連動した削りの線などが目に留まる。これらは絵の中で失敗や途中経過として見なされうる要素だが、
マティスはそれらを意図的に残し、むしろ絵画における過程を前景化させた。通常、完成作品とはそのような痕跡が清掃され、完成形のみが提示されるものであるが、マティスはあえてその清掃を行わず、あるいは別の完成の概念を模索したのである。彼自身が語るように、ある発展段階の反応は主題と同じように重要であり、文章を作る人のように私は書き直しをやり、新たに発見し直すのである。このマティスの制作哲学は、本作において見事に実践されている。彼にとって絵画は、完成品というよりは、時間と反応、葛藤と直感の堆積によって立ち上がる、開かれたプロセスであった。それゆえに、ルネ、緑のハーモニーにおけるマティスの娘の姿は、静止しながらもどこか動的である。彼女は椅子に腰掛け、視線をこちらに向けるが、その目は見るものを真正面から捉えるというよりは、内省の中に留まっているように見える。彼女の姿は画面の構成に安定を与える中心として機能しつつも、周囲の色や線の変化とともに揺れを感じさせる。緑の背景は静かな調和を演出しているが、人物との境界において微妙に揺らぎ、彼女の輪郭をにじませている。こうした曖昧さこそが、マティスの言う反応の痕跡であり、それは一筆ごとの判断、あるいは思考の軌跡として絵画に刻み込まれている。左袖の描写もまた興味深い。袖の輪郭は線描によって示されているが、その線は衣服の色彩と完全には一致しておらず、むしろ浮き上がるように描かれている。このズレは偶然の産物ではなく、絵画的効果として意図されたものである可能性が高い。線と色の不一致は、対象を一義的に捉えることへの拒否であり、マティスの絵画における解釈の自由を見る者に提示している。マティスは写実ではなく、見たものよりも見る行為そのものを絵画化しようとしていたのであり、そのためには視線の揺れや判断の迷いまでもが絵画の素材となる。同様に椅子の背に施された描き直しの後も構図の再考を物語っている。椅子の装飾的な縁取りの線は背景と人物との接点をなし、空間の奥行きと平面性の両方を引き出す鍵となるが、その線は途中で微妙に角度を変え、色彩の濃淡と交錯している。これはマティスが平面性と空間性の均衡をどのように探っていたかを示す証拠である。椅子の線は単なる背景の一部ではなく、人物の存在感を支える構造の一部であり、構成的要素として再三の検討が加えられたことが伺える。こうした痕跡は、マティスの作品における完成の概念を再考させる。マティスにとって絵画とは、固定された形式や完成された美ではなく、終わりなき思考のプロセスであった。ルネ、緑のハーモニーは、見る者に完成された像を提示するのではなく、その像がどのように生成されたかという過程を示す。つまり、画面上の未完やズレや書き直しは、単なるミスや遅延ではなく、むしろ絵画の核となる思想である。また、マティスが言及する自分の解釈から出発して作品が自分自身と調和するようになるまで絶えず私は反応するという言葉には、作家と作品との間に生まれる対話的な関係が明示されている。ここでは、モデル娘ルネを再現することよりも、モデルという存在に対するマティス自身の反応の記録が重視されている。絵画は彼にとって自分自身と調和するための媒体であり、ある意味では自己表現の究極の形態であった。そのように考えると、ルネ、緑のハーモニーは肖像画というジャンルを超えて、見るとは何か、描くとは何か、完成とは何か、という美術の根源的な問いをはらんだ作品として理解されるべきであろう。マティスは、筆致や構図の中に自己の思索を埋め込むことで、画面を哲学的な場へと変貌させている。その場においては、画家の眼差しと感謝の眼差しが交差し、絵画を通じた対話が始まる。最後に、この作品が1923年に制作されたという事実にも注目すべきである。この年、マティスはニースを拠点としながら、室内装飾や舞台芸術、彫刻など多方面に活動を展開していた時期であり、純粋な絵画としての表現に回帰しつつ、より建築的で構成的な思考へと向かっていた。
彼の代表作赤いアトリエ、1911年からの進化を経て、この作品においては、色彩と構成のバランスを取る静筆な緊張感が内面的な対話の場として開かれている。ルネ、緑のハーモニーは静かな肖像画の形式を取りながら、マティスの絵画哲学を深く刻印した作品である。その一見穏やかな画面の裏には、マティスの絶え間ない発見の再構築が潜んでおり、鑑賞者はその痕跡を読み解くことで、芸術という営みの複雑さと豊かさに触れることができる。この作品は、完成とは何かを問いかけながら、常に生成し続ける絵画の可能性を我々に提示している。人工と自然の無限工作。古賀春江の作品海。1929年に制作された古賀春江の海は、昭和初期という時代の空気を夢のような市場と冷静な構成力によって封じ込めた稀有な作品である。東京国立近代美術館に所蔵される本作は、一見してその不思議な静けさと多層的なモチーフの絡まりによって鑑賞者の視線を捉えて離さない。空と海の間に漂うのは、近代という時代そのものがはらむ諸相であり、自然と人工、現実と夢、さらにはローカルとグローバルの交差が、構成的な冷静さと象徴的な詩意をもって視覚化されている。画面構成に見る対象の詩学まず注目すべきは、本作の根底に流れる対比と対応の構造である。画面の右上には鳥と飛行船が浮かび、下部には魚と潜水艦が佇む。それぞれが自然物と人工物というカテゴリーでペアをなし、上空と水中という異なる空間に配置されている。加えて、右端には静かに佇む女性像、左端には煙を吐く工場の煙突。いずれも直立するフォルムを共有しながら、その意味と存在感は著しく異なる。このようなペアリングの配置は、視覚的なリズムを画面に与えるだけでなく、鑑賞者の認識を関係性へと向けさせる。それぞれの要素が単体として存在しているのではなく、常にその隣接物との似て非なる関係性の中で意味を帯びるのだ。この構成法は、単に図像的な整合性に止まらず、当時の社会や文化の中にうごめく近代的視覚のあり方、あるいは同時代性の複雑な相応も可視化している。さらに言えば、このような対応関係は、古賀自身の作品に通底するバランスへの意識の表れでもある。彼の画面は、どこか人為的な冷たさを称えながらも、決して無機質に脱することはない。秩序のうちに歌があり、生前の中に夢が潜んでいる。構成主義と象徴主義の工作こそ、彼の様式の本質と言えるだろう。超現実とメタフォリカルな、海、タイトルが海であるにもかかわらず、この作品には直接的に波や潮のうねりといった海そのものの描写は存在しない。むしろ海という語が喚起するのは、広がりと深み、境界の曖昧さであり、そこに浮かぶ諸々のモチーフが、夢のように意味をずらしながら出現しているという印象である。古賀春江はこの時期、シュルレアリスムや構成主義に触発されながら、独自の幻想絵画を模索していた。特に1920年代後半は、彼がいわゆる無限派として分類される作品群を制作していた時期であり、海もその代表的成果の一つである。だが彼の無限性は単なる視覚的なシュルレアリスム模倣にとどまらない。彼の作品には構成的な冷徹さがあり、それが夢のイメージをどこか冷たい客観的な次元へと導いている。海に書かれたモチーフ群も確かに非現実的な取り合わせではある。だが、それらは乱雑に配置されているのではなく、一定の論理にのっとって冷静に配列されている。この緊張感こそが作品に独自の叙情性を与えている。海とは単なる舞台ではなく、諸幻想を浮かび上がらせる装置として機能しているのである。ここでの海は、もはや自然の風景ではなく、意識の奥底や集合的無意識のメタファーとして捉えられるべきかもしれない。海の中には記憶が沈み、幻想が漂い、未来の断片がぼんやりと揺れている。海というタイトルは、そうした人間の内面と時代の情動を可視化するキーワードとも言えよう。
グロリア・スワンソンの影本作の歌に描かれた女性像は、実在の人物を元にしていることが知られている。ハリウッドの大女優グロリア・スワンソンの絵はがきから着想を得たとされるこの女性像は、冷たい眼差しと静かな表情で画面の外を見据える。だがこの人物は、単なる肖像というよりも、ある象徴的な存在として配置されているように見える。スワンソンは1920年代にサイレント映画の女王として君臨した存在であり、そのイメージは当時の都市文化やモダニズムの潮流と深く結びついていた。古賀がスワンソンの写真を絵に取り込んだことは、当時の日本においてもグローバルな視覚文化が浸透しつつあったこと、そして彼自身がその波に極めて敏感であったことを示している。だが重要なのは、彼女が海の風景の中に突然異質な存在として置かれているという点である。画面上の他の要素がどこか偶意的でありながら、自然物や機械の抽象化された記号として機能しているのに対し、彼女だけはあくまでもリアリスティックに具体的な顔として提示されている。彼女の存在は画面に人間的な情念の気配を忍び込ませると同時に、逆にその場違いさによって作品全体の非人間的な公正性を強調する装置ともなっている。この女性は風景の一部でありながら風景に溶け込まず、どこか静かに浮遊しているようにも見える。その浮遊感こそが古賀春江が描こうとした近代の孤独や不安の核心なのかもしれない。都市と機械への幻想を生みに書かれた飛行船、潜水艦、工場の煙突といったモチーフは、明らかに近代都市のテクノロジーを象徴するものである。それは単に機械文明の記号ではなく、空を飛ぶもの、海を泳ぐもの、地上に立つものとして空間の三次元的構造を表彰する役割も担っている。だが古賀のこれらの描き方はどこかおもちゃのように簡略化され、フォルムが柔らかくデフォルメされている。現実の機械とは異なる、どこか非現実的で幻想的な存在感がそこにある。これは未来への希望としてのテクノロジーがどこか夢の中の幻影のように捉えられていた当時の感覚を映し出しているとも言える。1929年という時代は世界的には1920年代末の景気後退の兆しが見え始めた時期であり、また日本においても昭和金融恐慌の余波が社会を覆っていた。そんな中で空飛ぶ機械や深海の潜水艦といった存在は未来や未知と結びついた想像力の対象となり得た。それらが幻想的に配置されることで、海は時代の心理的地図としても読解可能になる。無限と恒星の狭間に海という作品が到達しているのは、夢と現実、死と構造の絶妙な均衡点である。古賀春江は生涯を通じて幻想的世界への憧憬と構成的秩序への傾倒という二つの欲望の間で揺れ動いた画家であったが、この作品においてはその両者が稀有な均衡を持っている。この絵を見ることはある時代の精神風景を垣間見ることでもある。近代という時代が合理性と市場、技術と体、グローバルとローカルといった対立項を未文化なまま飲み込み、夢のように咀嚼しようとしていたあの刹那の気配が海の画面には確かに宿っている。そしてその画面のどこかには今なお我々が忘れがたく抱え続けている時代の不安と希望がひそやかに封じ込められているのだ。都市の皮膚を描く佐伯祐三の作品ガス灯と広告、都市への眼差し、フランスと日本を超えて、1927年佐伯祐三は彼の短い生涯の中でも特に充実した創作期を迎えていた。二度目の突出、そして死の前年にあたるこの年に書かれたガス灯と広告は彼の画業の頂点を示すだけでなく、日本近代絵画の中でも得意な位置を占める作品である。パリの街角、風化した壁面、そこに無造作に貼り重ねられた広告。この作品は都市の表皮を切り取り、そこに現代性、運動性、そして視覚的リズムを描き出そうとする強烈な実験であった。本作には建築的な構成性と文字とイメージの関係、そして都市という空間の皮膚そのものを絵画として再構成しようとする意志が宿っている。本論ではまず作品の図像的、形式的分析から始め、
佐伯のパリにおける制作環境や都市への視線を背景に読み解く。そして、絵画における文字の役割や画面に刻まれたコンストラクションという語に託された意味に迫りながら、佐伯祐三という画家の問題意識を浮かび上がらせたい。ガス灯と広告を前にすると、まず鑑賞を圧倒するのはその描写の強烈な物質感である。画面に広がる荒々しい筆致、塗り重ねられた絵の具の厚み、乾いて剥がれかけたポスターの質感、それらが画布上に執拗に、そして意図的に再現されている。本作の主題は壁であるが、佐伯はそれを単なる背景として描いてはいない。むしろこの壁面こそが主役であり、広告やポスター、落書き、破損の痕跡といった都市の時間の痕跡が堆積された表面として執拗に捉えられている。まるで都市が長い時間をかけて蓄積した記憶を絵画という形式に封じ込めようとしているかのようだ。油絵の具の扱いにも注目すべきだろう。佐伯は厚塗り、削り、重ね、叩きつけるような筆致を通してまるで壁面を彫るかのような描き方をしている。これによって単なる平面の再現ではなく触覚的なリアリズム、すなわち都市表面の皮膚感覚が画布上に現れている。この作品のもう一つの得意点は画面における文字の果たす役割である。佐伯はこの頃から都市の中に存在する看板、ポスター、標識といった文字情報に強い関心を示し、それを絵画空間に積極的に取り入れていた。ガス灯と広告においても、ポスターに書かれた文字列が大胆に画面を占める。これは単なる背景ではなく、絵画の構成要素として、リズム、バランス、動きといった視覚的効果に貢献している。特に注目すべきは、文字の書き方が人間の身体、画面左下に書かれた女性と子供の足元と同じように表現されている点だ。つまり、文字もまた、この絵の中では一つの物体として扱われており、人体、建築物、光源などと等価な存在として位置づけられている。このような視覚上の操作は、20世紀初頭のヨーロッパ絵画、特にキュビスムやダダイズム、ロシア構成主義などの影響を連想させる。文字が単なる意味伝達の手段ではなく、視覚的な形として絵画空間に取り込まれていくという傾向は、ピカソやブラクに始まり、エルリシツキーやマレービチ、またポール・クレイにも通じるものである。佐伯は明確にこうしたモダンアートの文脈を意識し、文字の造形的可能性を模索していたと言える。画面右上に見えるコンストラクションの文字は、この作品の中心的なモチーフではないが、明らかに意味的な重心を形成している。この語は単なる看板の一部ではない。むしろ、それは佐伯自身の芸術観、さらには絵画の構造的意思を象徴するキーワードとして読み取るべきものである。英語のコンストラクションは、建設、構築、組み立てを意味し、建築的文脈では非常に日常的な言葉である。しかし、それをあえて絵画作品の中に挿入するという行為には、明確な意図が感じられる。都市の再構築が進む1920年代後半のパリ、改修され続ける建築物、常に構築されつつある都市風景、佐伯はその過程を描くのではなく、構築するという態度で捉えようとしたのではないか。ここには、絵画という表現形式においても、視覚的な組み立てイコール構成を意識し始めた佐伯の思想が如実に現れている。文字、壁面、人体、ガス灯、影、これらの断片的要素がまるでモザイクのように、あるいは舞台装置のように画面の中で空間を形成していく。それは彼が単なる風景描写を超え、都市の物質性と構造性を一つの構築物として捉えようとした少佐である。佐伯祐三は2度にわたり渡仏し、特に2度目の滞在1927の1928では、パリの街そのものを主題とした絵画群を多数制作している。ガス灯と広告もその中に位置づけられるが、ここには単なる異国情緒や写実的描写を超えた鋭い都市分析の視線がある。佐伯はパリという都市の皮膚に執着していた。彼が描くのは歴史的建築や有名な景観ではなく、朽ちた壁、落書き、広告、歩道、
そしてその隅にある日常の痕跡である。それは、都市の表層にこそ時代と社会が刻まれているという認識であり、まさに現代的な都市考察の先駆であったと言える。興味深いのは、彼のこうした都市描写が、同時代の日本では未だ未成熟であった都市絵画の表現を大きく先取りしていることである。佐伯は、日本画や洋画の文脈を脱し、都市という近代の具体的空間に焦点を当てることで、日本絵画を新しいフェーズへと導いたのである。評論においてしばしば言及される通り、ガス灯と広告における文字の書き方と、画面左下の女性や子供の靴、ガス灯の根元の書き方が一致しているという点は、単なる偶然ではない。むしろこれは、絵画を構成する要素に、統一された書き方ジェスチャーを与えることで、画面全体にリズムを生み出そうとする試みである。佐伯はここで、何を書くかよりも、どう書くかに重きを置いている。つまり、ポスターも靴も、金属も影も、すべてが描かれる対象として平等であり、同じリズムと運動によって捉えられている。このような書き方の一致は、20世紀モダンアートにおける一つの形式的問題、抽象と具象の融合、素材の均質化と通底しており、佐伯が現代の絵画とは何かという問いに対して非常に先鋭的な回答を試みていたことを示している。佐伯雄三のガス灯と広告は都市という空間の断片を絵画化するだけではない。それは文字と図像、触覚と視覚、描写と構成、現実と記号が交差する場であり、彼にとっての絵画を再構築する実験の場だった。本作におけるコンストラクションという語は単なる都市の再建を示す標識ではなく、佐伯自身の芸術的態度、構成する、組み立てる、再構するという能動的な意志の表れである。都市をただ映すのではなく、都市とともに描かれ、構築される絵画。その視点は、現在のアートやデザインにおいてもなお重要な視座を提供している。都市の断片からなる構築。村山智義の作品五内筑物。日本近代美術史において、1920年代は得意な時代である。西洋の前衛芸術の潮流が一気に流入し、芸術家たちが様々な実験を試みたこの時代、表現手法は一様ではなく、絵画、文学、舞台、建築に至るまで、ジャンル横断的に、新しさへの意志が爆発的に展開された。その渦中にあって、演劇、舞台美術、絵画、評論と多岐にわたる表現活動を行った村山智義1901から1977は、まさに全方位的モダニストと呼ぶにふさわしい存在である。その村山が1925年大正14年に制作した五内筑物は、油彩と紙、布、金属、木、毛髪、印刷物など多様な素材を用いて制作されたコラージュ的構成作品である。その表現形式は一見混沌としており、通常の絵画の枠組みから大きく逸脱しているようにも見えるが、そこには明確な構成原理と都市的リアリティ、そして作家の強い意志が内包されている。五内筑物は、いわゆる絵画ではない。油彩のみに依存せず、木片、布、紙、金属、ブリキ、革、毛髪、印刷物など、従来の芸術素材から大きく逸脱した日用品や雑多な素材が組み込まれている。これらは単に貼り付けられているのではなく、一定の構成原理に従って配置されている。とりわけ注目すべきは、画面に存在するグリッド格子構造である。この格子は、ピエト・モンドリアンの新造形主義にも通じる形式であり、一見して混沌とした視覚世界に一定の秩序と方向性を与えている。素材の硬軟、光沢とマット、印刷と手仕事の対比が明確なリズムとして画面内に宿っており、それが観者の視線を導いていく。また、左上に突き出た角材と画面中央に位置する下向きの矢印との関係性も興味深い。これらは単なる図像的な記号ではなく、物理的質量を持って画面に介入してくる存在であり、垂直性と重力、指示と下降といった構造的なテーマを内在している。これらは建築的な空間感覚を想起させるが、それは比喩ではなく、まさに構築物というタイトルそのものの意味に結びついている。
この作品の表現は、同時代のヨーロッパのアバンギャルド運動、とりわけロシア構成主義やドイツのバウハウスの影響を強く受けていると考えられる。村山は1920年代前半に渡独し、ベルリンを拠点に滞在中、ロシアから亡命していた芸術家やバウハウス関係者との接触を持っていたとされる。彼の思想には、ロシア構成主義のアーティストたち、タトリン、リシツキー、マレービチらの芸術を生活へ、素材の真理を探るという態度が色濃く反映されている。構成主義においては、芸術は単なる視覚的美の追求ではなく、社会的構造の視覚化、労働と技術の芸術的転化が主眼であった。作品には常に設計、構築、機能性という概念が伴い、素材もまた、その物質性や機能を重視される傾向にあった。村山の呉築物もまた、物質と視覚、重力と記号、そして動線と秩序といった構成主義的な問題意識を明確に備えている。呉築物を読み解く上で欠かせない視点が、当時の都市という文脈である。1920年代の東京は、関東大震災からの復興過程にあり、都市空間の再編と近代化が急速に進行していた。鉄道網の整備、伝統、電話、広告、百貨店といったモダン文化の到来、新聞、雑誌といったマスメディアの普及、これらは一方で華やかな都市文化を形成しつつ、他方で都市住民の身体感覚や視覚経験に劇的な変化をもたらした。村山がこの作品に張り込んだグラビア雑誌の切り抜きや、光沢ある金属片、日用品的素材は、そうした都市的断片の象徴である。とりわけ印刷物の使用は、都市の匿名性と情報型、視覚の断片化を象徴しており、いわば都市を素材として構築しようとする試みと見ることができる。また、画面中央の下向き矢印は、単なる視覚的記号ではなく、重力、下降、方向性を示すものであると同時に、都市の中心、地下への誘導、あるいは視線の集中点としての役割も果たしている。これは都市の構造物、ビル群や地下鉄、標識、信号などの記号的読解をも内包しており、視覚と空間、そして身体性の交差点を成している。村山智義は単なる前衛芸術家ではなく、思想家、批評家、劇作家、舞台美術家、編集者など多様な顔を持つ人物である。彼の芸術観において最も重要なキーワードは構築であり、それは構成コンポジションや構造ストラクチャーのごとも重なりながら、単なる造形行為を超えて世界を再編する思考そのものに通じていた。彼は芸術を私的感情の表出としてではなく、社会的構造と視覚の論理との調和として捉えようとした。呉築物における素材の選択、構成の厳密さ、都市的断片の取り込みは、すべてこの構築的思考の表出であり、それは混沌から秩序を抽出するという行為に他ならない。そしてこの思考は、後年の彼の舞台美術、出版活動、社会運動にも通底しており、彼にとって芸術とは単に表現の手段ではなく、社会の再設計を目指す運動体でもあったのだ。呉築物が制作されてからおよそ100年が経過した現在、この作品の持つ意味はますます深く、かつ現代的に響いてくる。というのも、私たちの世界は今、再び断片化の時代にあるからだ。情報は分節され、視覚はスマートフォンとモニターに分散され、都市は空間的にも時間的にも分裂している。その中で、村山智義の呉築物は、断片をいかにして構築するか、混沌をいかに秩序づけるか、という問いを改めて我々に突きつける。ここで重要なのは、村山が提示したのが、完成された美ではなく、構築されつつある過程そのものであるという点である。この作品の前に立った時、我々は鑑賞者であると同時に、構築者の一人でもある。異なる素材、異なる時間、異なる視線がぶつかり合いながらも、そこに構造が生まれる可能性を信じること。それは100年前のモダニズムの夢であると同時に、私たちが今もなお抱える切実な課題でもある。村山智義の呉築物は、単なる一枚のコラージュ作品ではない。それは視覚の実験であり、
社会への応答であり、そして何よりも考えることの視覚的プロセスである。バラバラな素材を寄せ集め、それに秩序と意味を与えること、それは美術のみならず、社会、政治、思想においても重要な栄意である。この作品を前にするとき、我々はただの鑑賞者ではいられない。むしろ、それぞれの視線、経験、知識を通じて、作品とともに世界を再び構築する共犯者となるのである。花束の中の空間。セザンヌの作品大きな花束。19世紀末から20世紀初頭にかけて、近代絵画の基礎を根本的に組み替えた芸術家、ポール・セザンヌ。彼の芸術における最大の功績は、自然を円筒、球、円錐によって構成し直すという彼自身の言葉に見られるように、視覚的対象の再解釈を通じて、絵画空間における新たな秩序の探求にあった。その業績は、キュビスムのピカソやブラック、さらには日本の洋画、日本画双方の作家たちにも深い影響を与えており、その影響の輪は今もなお広がり続けている。そのセザンヌの作品群の中でも、大きな花束と題された本作1892から1895年頃制作は、花という儚くも華やかなモチーフを通じて、彼の空間表現の実験が最も凝縮された形で示された一作である。本校では、この大きな花束における構成的特徴、視覚の操作、対象への眼差しの変遷、そしてそれが日本美術へ与えた余波を含め、相対的に考察する。モチーフとしての花束、生命の束と絵画の秩序花束という主題は、伝統的な生物画においてはしばしば、美と儚さ、自然の一時的な輝き、人生の無常などを象徴してきた。それはバニタスの記号として、あるいは純粋な色彩の喜びの場として、多くの画家たちに愛されてきた。しかしセザンヌにとっての花は、単なる自然の装飾や感情の表現ではない。彼にとって、それは視覚の問題、空間の問題、そして構造の問題であった。大きな花束の画面には、一目でそれとわかる色とりどりの花が花瓶に刺され、まさにタイトルにふさわしい堂々たるボリューム感を持って画面中央を占めている。だが、ここで注意すべきは、セザンヌがこの花束をどのように描いたかである。花はしばしば輪郭が曖昧で、個々の種類を識別するのが難しい。むしろ色彩の塊としての存在感が強調されており、それが束ではなく画面の中心から放射状に広がる運動として認識される。これは単に花の再現を目指すのではなく、視覚的な力学に従って構成されたものに他ならない。視覚と構造、不安定にして安定する絵画空間セザンヌは、画面上の秩序と構造を強く意識した画家である。その試みは、大きな花束にも多くの痕跡を残している。例えば、テーブルの描写に注目してみよう。このテーブルは、通常の遠近法では説明しがたい、せり上がるような角度で描かれており、その水平面は感謝の視線と奇妙な角度で交錯している。また、テーブルクロスの折れ目は、その構造線とは矛盾するように配置されており、視覚的な不協和音を生んでいる。こうした歪みは、セザンヌが単なる写実を超えて、見るという行為の揺らぎや複数性を絵画の中に織り込もうとしたことを示している。彼の視線は、対象を一方向から固定して見るものではなく、複数の視点を横観する、時間を含んだ視覚体験を反映している。そのため、テーブルも、クロスも、花瓶も、そして花々も、それぞれが少しずつ歪み、ずれ、視覚的な緊張を持ちながら一枚の画面に共存している。このような不安定性は、逆説的に画面全体に深い安定感をもたらしている。それは、セザンヌが計算し尽くした構成感覚と色彩の配置による視覚的均衡の成果である。言い換えれば、彼は不安定を積み重ねることによって安定を達成しているのである。省略と強調、描かれなかったものへの意識大きな花束では、セザンヌが視覚的情報を選択しているようがはっきりとわかる。例えば、花の葉や枝は花瓶にきちんとつながっていないものが多い。あるいは、花瓶の底部がどのようにテーブルと接しているのかが曖昧で、
感謝の目はどこまでが物体でどこからが背景かという境界の不確かさに気づかされる。このような不整合性を単なる技術的な未熟さやデフォルメとして片付けてはならない。それはむしろセザンヌが対象の完全な再現よりも絵画としての成立に重きを置いていた少佐である。画面の中で重要なのは全てを描くことではなく、構成化に必要な要素を正しく配置することであり、それによって感謝に像を感じさせることなのである。色彩の構築、筆色とマチエール・セザンヌの絵画において、色彩は単に対象の色を再現するものではなく、空間を構築するための道具である。大きな花束においても、花々の色は鮮やかであるが決して原色的ではなく、微妙に調整されたトーンが連続することで、色面そのものが形を生んでいる。赤、黄、青、白などの花びらが隣接する花と響き合いながら、全体として一つの色彩の建築を成しているのだ。また、セザンヌの特徴的な筆色、すなわち短く区切られたタッチの積層によって、画面は光を内側から発しているかのような質感を帯びている。これは、彼の作品が単なる外交表現を超えて、内在的な光を持つような深みを獲得していることを示している。色彩と筆色によって空間を塗るのではなく、組み上げていく。この方法は、後のフォービスムやキュビスムの出現に直結する構造的思考であった。日本における需要と影響、洋画、日本画を超えて大きな花束が現在、東京国立近代美術館に所蔵されていることには大きな意味がある。セザンヌの絵画が日本の近代美術に与えた影響は計り知れず、岸田流星や梅原龍三郎、中川一政など多くの洋画家たちが彼の空間構成や構築的筆致に学んだ。だがそれだけではない。日本画の画家たち、特に前衛的な実験を行った土田麦僊、早見魚舟といった作家たちにも、セザンヌの自然を構成し直す態度が共鳴していた。彼らにとって、セザンヌの絵画は単なる西洋技法の手本ではなく、むしろ自然に対する新たな態度の提示であり、それは東洋の美意識とも交錯する可能性を持っていた。花という主題の選択においても、セザンヌの描く花は、写生を超え、抽象的な構造体としての意味を持ち得ることが示されたのである。花束の向こうにある物大きな花束は、その名の通り、華やかで視覚的な充足に満ちた作品である。しかし、その奥には、セザンヌが絵画に託した哲学が脈打っている。見るという行為の多層性、視覚の不確かさ、空間と構造の関係、そしてそれを二次元の平面にどう落とし込むか、こうした課題に対して、セザンヌは決して理論だけではなく、手と目と筆色の積み重ねによって応答していった。この作品の前に立つとき、私たちは単に花を見ているのではない。私たちは、見るという人間の行為そのものを見つめ直すよう促される。そしてそれこそが、セザンヌという画家がもたらした最大の革新なのである。生命の象徴としてのユナー、土田麦僊の写実と装飾の融合。土田麦僊が1918大正7年に描いたユナは、彼の画業の中でも特筆すべき転機の作品であり、大正日本画の刷新を象徴する一枚である。本作は同年に発足した国画創作協会の第1回展に出品され、出品作の中でもとりわけ強い注目を集めた。そこには近代日本画が求めた新しさが確かに宿っていた。それは単なる西洋化や革新性の標榜ではなく、伝統と近代、写実と装飾、象徴と自然という対立的要素の絶妙な調和によって成り立っている。まず画面を俯瞰すると、見るものを圧倒するのは画面中央に据えられた女性像ユナの堂々たる存在感である。豊光で肉感的な体育、艶やかな肌の質感、ふくよかに描かれた頬と腕、それらは写実的描写でありながら、明確に理知的な造形の闘魚のもとに置かれている。画家の筆致は、直接的なエロティシズムに流れることなく、むしろ性の輝きや母性的な包容力を感じさせる。ユナは古来、湯屋で接待などに当たった女性を指すが、麦僊はここでそれを単なる職業的な役割としてではなく、生命力の象徴として扱っている。彼女が身を置く背景には、
初夏の生命力あふれる自然が展開されている。とりわけ松の木の重厚な枝ぶりと、そこに絡む藤の花の柔らかな曲線が印象的だ。松は日本絵画の伝統的モチーフであり、長寿や不動性を象徴するものとして扱われる。一方の藤は、その華やかさや流麗なフォルムによって、女性的で官能的な自然の象徴となっている。こうした対照的な自然物が、一つの画面に配置されることで、構図には装飾的な美が生まれている。注目すべきは、これらの植物の描写において、装飾性と写実性が見事に融合している点である。松の葉の細やかな筆致、幹の量感のある表現、藤の花房の軽やかさそれぞれが、自然観察の積み重ねと衣装家の試みに裏打ちされている。麦僊は決して自然を写し取るだけでなく、絵画という平面の中でそれらを再構成し、独自の視覚的秩序を築いている。つまり、自然そのものというより、自然のようなものを創出しているのである。そのことは、画面内に書かれた2羽の記事にも明確に現れている。雌雄の記事が並ぶ姿は、動植物の世界における生命の循環、あるいは性的な二元性を象徴していると解釈できる。しかし、よく見ると、その大きさはユナの体に比して著しく小さく描かれており、実際の遠近法や写実的比率とは異なる。これは、空間を表現するための視点操作であると同時に、麦僊が画面全体の均衡を保つために意識的に行った造形的選択であろう。このように、本作における空間構成は極めて知的である。画面は遠近のある奥行きを示しながらも、装飾的な要素によって平面的な美しさを失わない。松の幹と藤のつるが大きく画面を横切ることで、画面の手前に意識的な平面の壁を作り、奥行きとの対比を際立たせている。この空間操作は、リンパ的な装飾感覚と西洋絵画に由来する遠近法との折衷であり、まさに東西融合の表れである。さらに構図全体を支配するのは色彩の妙である。ユナの肌に施された柔らかな桃色のグラデーションは、彼女の生命感を直接的に伝える。一方で、背景の藤の紫、松の緑、生地の褐色といった色彩が、画面に調和と変化をもたらしている。これらはすべて、献本彩色という日本画の技法において慎重に重ねられたものであり、単なる目に訴える美しさに止まらず、象徴的な意味合いも帯びている。本作ユナは、麦僊が当時所属していた京都画壇の潮流、特に竹内栖鳳の写生主義や、橋本関節らによる装飾的構成を受けつつも、それらを超える構築された写実へと向かう姿勢を示している。特に重要なのは、彼が同年に結成した国画創作協会における理念、個性と半分点に即した実践である。この協会は、旧来の文天文部省美術展覧会における形式主義や保守性に対抗し、より自由で実験的な日本画の表現を模索する場として設立された。ユナは、その理念の象徴的な出発点として機能したのである。また、麦僊が本作を書いた1918年という時期は、第一次世界大戦の終結と大正デモクラシーの交流が重なる歴史的転換期でもある。個人の自由や自我の発露が求められた時代背景の中で、ユナは単なる風俗画でも官能描写でもなく、女性という存在を通じて生命そのものを肯定する絵画であった。ユナは労働や社会的役割を超えて一人の存在者として画面の中心に堂々と据えられている。これは近代の日本画において非常に重要な位置づけであり、とりわけ女性像を中心に描くことの意味が社会的、芸術的な問いをはらんでいたことを物語っている。その意味において、ユナは単なる美術作品を超えて、近代という時代の神秘的な鏡でもある。自然と人間の生命を象徴的に対峙し、装飾と写実を融合させ、空間と平面を統御するその構図は、まさに土田麦僊の画家としての知性と直感の結晶である。彼の芸術は、伝統をなぞるだけではなく、それを解体し、再構築することで、新たな日本画のあり方を模索し続けた。その第一歩としての、ユナは、今日においてもなお、我々に強烈な印象を与え続けている。最後に、
本作品の現代的意義について言及しておきたい。今日においては、ジェンダーや身体性の問題がますます可視化されている。ユナは、あくまで女性像としての理想化を伴うものであるが、同時に、それが単なる消費的なイメージでないことは、彼女の表情や佇まいから明らかである。ユナはこびることなく、ある種の静けさと意志を持って画面にある。その眼差しは、見るものを射るのではなく、見つめ返すことで主体性を静かに主張しているようにすら感じられる。そこにこそ、麦僊が描き出した人間の生命の尊さが凝縮されているのではないだろうか。早見魚州の作品京の家、奈良の家、1920年代、日本画伝統と革新の技まで大きく揺れ動いていた。京都画壇の保守的な体制や東京の最高日本美術院による新風など、画家たちは多様な美意識と理想の中で自らの進路を模索していた。そんな時代にあって、早見魚州1894から1935は極めてユニークな位置を占める存在である。その生涯はわずか40年余りと短いものであったが、彼の制作は質、量ともに密度が高く、その実験的精神と美術への真摯な姿勢は、近代日本画の中でも際立っている。京の家、奈良の家、1927年制作は、魚州の円熟期にあたる作品であり、その題名の通り、京都と奈良という日本文化の根幹をなすことの風景、あるいは家屋に焦点を当てた連作的な構成を持つ。資本彩色によって書かれた本作は、見た目の静筆さの裏に、極めて綿密な観察と意識的な構成が潜んでおり、単なる風景画や記録画には収まらない真相を抱えている。魚州にとって、家とは空間であると同時に時間であり、一つの場に凝縮された文化的記憶そのものであった。まず、京の家、奈良の家に接するとき、我々が最初に感受するのはその静けさである。だがそれは、単なる無音や無意の静けさではない。むしろ、あらゆる喧騒を削ぎ落とした果てに現れる、沈黙の構築とでも呼ぶべき緊張感を称えている。画面は、簡素かつ端正な構図によって構成される。いずれも木造の家屋をモチーフとしており、京の家は洗練と秩序を感じさせる町屋風の正面、奈良の家はどこか素朴で小がな、民家的風情の残る建築が描かれている。三船はこれらを真正面から捉えるのではなく、わずかに斜めから、あるいは周囲の自然環境との関係性の中で描くことにより、建築が単なるモチーフ以上の存在であることを提示している。特筆すべきは、透視図法的な遠近ではなく、日本が特有の平面的な視覚構成が生きている点である。例えば、屋根瓦の連なりや格子の繰り返し、板壁の風合いなどが、細密に、かつフラットな描写で積み上げられる。それらは単なる装飾ではなく、空間を切り取る、枠組み、として機能しており、見る者の目を外へと流出させるのではなく、画面の内側へと、より深く沈潜させる。早見魚州の絵画において、素材そのものの性質に対する鋭い感性は常に注目されてきた。演舞における炎のきらめき、明寿山椿における花びらの質感表現などに見られるように、魚州は視覚的印象を超えた触覚的リアリズムを追求していた。そして京の家、奈良の家でも、この素材への眼差しは存分に発揮されている。特に目を引くのは木材の描写である。柱や梁、格子や建具などに用いられる木は、それぞれ異なる質感と経年変化を称えており、魚州はその微細な差異を見逃さない。節の入り方、表面の割れ、日焼けによる退色、雨風による風化それらを彩色と線描の精緻なコントロールによって再現している。また、家屋に差し込む光と影の表現も印象的だ。朝や夕の遮光線が格子の隙間から柔らかく入り込む様、日差しの影が壁面に落とす繊細な陰影。それらはすべて光が物質に触れた時に生まれる詩的な瞬間を捉えている。そしてその舞台として選ばれたのが木と紙という伝統的な日本家屋の素材なのだ。魚州の筆は木を木として紙を紙として書くことによってそれらが織りなす日本の時間を表現している。京の家、奈良の家は単なる建築物の写生ではなく、
歴史と文化の厚みを持った場の記憶を書いている。京都と奈良という二つの都市は、日本の古代から中世、そして近代に至るまで、連続的かつ断絶的に文化の中心であり続けた。その都市空間には、無数の人々の営みと時の体積が刻み込まれている。御舟は、そうした記憶としての都市風景をあくまでも静筆な様式で描き出す。彼は観光的な視線を排し、視覚的なインパクトを避ける。例えば有名寺社の華やかさや桜や紅葉といった季節の演出すら存在しない。その代わりに彼が選ぶのは何気ない一軒のか、あるいは路地裏の片隅である。その選択には都市の表彰を通して歴史を語るという御舟の美術観が示されている。彼にとって都市とは物語の舞台であると同時に、その物語が失われつつある現在において最後の痕跡を留める場所なのだ。御舟の絵はその喪失を予感しながらも記録として描くのではなく、感覚としての記憶を再構築しようとする。御舟の画行全体に通底するのは常に様式の越境である。初期の陰天的写実を経て、演武、夜桜、明寿山椿といった象徴性の高い作品へ、さらに晩年には極端に抽象的な水墨画まで手掛けている。その変遷は一見バラバラに見えるが、どの時期も、見るとは何か、書くとは何か、という問いへの実験であった。本作京の家、奈良の家は、そのような実験の中でも、具象と抽象の均衡を取る稀有な例である。家屋は写実的に描かれているが、それは写真のような客観的写実ではない。むしろ、装飾的な線のリズムや構成的なバランスが、どこか抽象絵画のような感触をもたらす。1927年にこの作品が書かれた当時、御舟はすでに新しい日本画のあり方を模索していた。だがその努力は、彼の健康と引き換えであった。結核により病床に伏す日も多くなっていた彼にとって、風景や生物の描写は、どこか死の予感と裏腹であったかもしれない。京の家、奈良の家に漂う寂しさ、過度な演出を避けた沈黙のトーンは、そのような画家の内面とも響き合っている。どこか人の気配のない風景、時間が止まったかのような建物。だがそれは死の象徴ではない。むしろ、静かに生きているもの、時の中で少しずつ風化してもなおあり続けるものの美しさを、御舟は肯定的に描き出している。家屋という存在は、画家自身がいずれ去りゆく、この世界の象徴であり、同時にそこに残される何か形あるものの中に潜む無形の気配を記録する手段でもあった。その意味で、この作品は、最後の風景画であると同時に、記録されざるものへの鎮魂である。京の家、奈良の家は、単に美しい日本家屋を描いた作品ではない。それは、風景が歴史であり、素材が記憶であり、構図が哲学であるということを、静かに語りかけてくる作品である。早見御舟は、日本画という形式の限界を広げることに成功したが、それ以上に、絵画というメディアを通して、時と場と人の本質に迫ろうとした稀有な芸術家であった。その試みは、今日の私たちにとってもなお新しく、なお鋭い。何気ない家の風景の中に潜む無数の記憶と眼差しに、我々は再び、絵画の力を見出すことができるだろう。